皆さんこんにちは、ゆりこです。今日はシカゴでのブログです。私はこれまで人生でアメリカの中ではニューヨークやロサンゼルスといった大都市の他にシアトル、ポートランド、サクラメント、ピッツバーグ、レイクタホー、ナイアガラの滝、サンフランシスコ、サンディエゴといった場所を訪れたことがありますが、シカゴはかなりお気に入りの場所の一つになりました。シカゴに滞在したのは3日間でしたが、驚くべきことにたくさんのブログを作るフッテージがないことに帰国してから気づきました。多分よほどシカゴの街並みや電車、食べ物を楽しんでいたんだと思います。一番お気に入りの場所だったのに一番素材が足りないってちょっと変ですよね。でも今日は日本人視点でシカゴのどんなところが面白かったのか皆さんに紹介していきたいと思います。まずはじめにやってきたのは皆さんご存知の通りクラウドゲート、通称ビーンズです。なんとインド生まれイギリス在住のアニッシュ・カプーアという人が作ったそう。青空とビルが反射してとても美しい景色だと思います。そしてこれが無料で見れるのは本当に嬉しいですね。今使っているのは DJI の Osmo 360というカメラですが、このカメラとの相性はバッチリ。でもビンズの下を通るとき一度頭をぶつけてしまいました。さて次に紹介したいお気に入りのポイントは間違いなく L です。フォロワーさんの一人がシカゴから L の可愛いトートバッグをくれたことがありましたが、シカゴに素晴らしい電車が走っていることは実際にこの目で見るまで信じられませんでした。L が愛称として使われるようになったのは路線の多くが高架鉄道として建設されたことに由来しているそうです。実は最初は L ではなく EL、シカゴの鉄道路線は地上を離れて高架橋を通ることが多いため、Elevated という言葉をより短くして当初は EL だったというわけです。料金は1回あたり2.5 ドル。1日券は5ドルと聞きましたが、今回の旅ではクレジットカードをタッチして乗りました。この電車は1892年に開業されたそうです。L はダウンタウンの中心をぐるっと一周する環状線が特徴で、郊外から街の中心へ、また中心から郊外へスムーズに行き来できるように作られています。この環状線に囲まれたエリアはループと呼ばれていて、東西約500メートル、南北約900メートルほどの広さがあるとのことです。ちなみにレッドラインとブルーラインはニューヨークの地下鉄と同じように24時間運行していると聞いて驚きました。実は日本には24時間運行している電車はありません。どの電車も夜の1時には止まって朝の4時か5時頃から発車になります。ニューヨークの地下鉄は地下を走るのでちょっと暗くてね、怖い印象があったんですが、シカゴの L は地上を走るせいかとても素敵な雰囲気だと思いました。さて次にシカゴで絶対に経験したいのはシカゴのホットドッグですね。今回私はポルティローズにやってきました。シカゴスタイルのホットドッグはどうやらケチャップをつけないことが特徴のようです。そしてアメリカンフードといえばパンと肉のイメージがありますが、なんとこのホットドッグには
たくさんの野菜が入っています。さて、シカゴのホットドッグについては、ポルティローズとウィナーズサークルの2つの派閥があるようです。一言で言うと、スタイルと雰囲気の違いがあるそう。ポルティローズはシカゴの王道 B 級グルメ店。名物はイタリアンビーフサンド、そしてもちろんシカゴスタイルホットドッグ、チーズフライ、チョコレートケーキシェイクなど。店内はね、見ていただいたように、清潔で家族連れでも入りやすく、1950年代のアメリカンダイナーのような雰囲気です。一方、ウィナーズサークルは調べたところ、リンカーンパークにある小さな深夜営業のホットドッグスタンド。ここは味もさることながら、スタッフと客の毒舌バトルで有名だそう。夜中はね、大声と笑いに包まれている、まさにね、シカゴのカオス体験スポットとのことです。今回はね、ポルティローズにしか行きませんでしたが、次回はね、ぜひ、ウィナーズサークルにも行ってみたいです。私は本当にこのシカゴスタイルのホットドッグがお気に入りで、ふわふわのパンにちょっとね、ヘルシーそうな野菜も入っていて、私は基本的にはヘルシーな食べ物が大好きなので、これだったらね、1日、1個ね、毎日食べたいなと思うぐらい美味しかったです。そしてオニオンリングもね、食べてみたんですが、すごく美味しかったです。さて、シカゴというとね、もう一つ有名なものがありますね。それは、シカゴスタイルのピザ。普通のピザと違って、生地が厚く中にたくさんのチーズが入っているのが特徴です。実はですね、ピカーズという、ピザ屋さんに行ったんですが、そこでね、動画とね、写真を撮り忘れてしまいました。よほどね、興奮していたんだと思うんですが、チーズは本当に熱くて、2つの種類のピザを食べたんですが、中でもキノコが入ったシカゴスタイルのピザは私のお気に入りでした。まあね、人によっては結構重たくて食べるのが大変なピザっていう人もいると思うんですけど、1個のピザでね、満足感があるのは嬉しいなと思います。多分、2日間かな、シカゴスタイルのピザを楽しみました。ぜひね、シカゴに訪れた際には、ポルティローズ、そしてピカーズにね、ぜひ皆さんも行ってみてほしいです。さて、私はですね、何回この L に乗ったかわからないぐらい、本当にこの L にたくさん乗りました。ただね、このホームで1回だけ経験した怖い思い出があります。それはね、ちょっとやっぱりやばそうな、人ですね。ちょっとゾンビっぽいやばそうな人にね、1回だけ遭遇して、声をかけられたのはちょっと怖かったです。まあね、アメリカのどの場所でもね、そういう問題はあると思うんですけれど、やっぱ女性だったりとかね、子供っていうのはやっぱちょっと怖いですよね。はい。ところで今やってきたのは怪しげな駐車場ではなく、実はね、このスポットは秘密の電車撮影スポットになっています。シカゴでは本当に素敵な電車の写真が撮りたすぎてですね、Google マップとにらめっこしながらいろんなね口コミを読んで電車の撮影スポットを探してやってきました。ここは、シカゴのダウンタウンにある駐車場のなんと7階ですね。日本とね違って、こういったね撮り鉄スポットに、他の撮り鉄がいないっていうのはね、日本だったら多分大勢ね、私みたいに電車を待ってカメラを持ってる人がいると思うんですけど、この場所には私たち以外誰もいませんでした。でも本当にね、いい写真が撮れたので、ぜひね、皆さんにおすすめしたいスポットになっています。
このね、シカゴの高架橋のね、下を通っている時に電車の音がするのは、私にとっては最高の経験ですね。今電車がね、上に走ってるんだとかね、動画撮れるかなとかって考えるだけでワクワクします。これは、そのパーキングエリアの外観ですね。はい。ぜひね、皆さん行ってみてください。今までね、いろんな都市を訪れてみて、この都市だったら住みたいなって思う都市は、やっぱり私にとって電車があるかないかっていうね、一つの判断基準があるんですが、シカゴはね、まさに本当に私にとって住みたいなって思う場所でした。食べ物も美味しいし、そして電車もあるし、もちろん大きなね、湖があって、まるでね、鎌倉の海のような、すごく美しい水のね、景色を眺められるっていうこともかなりポイントが高いです。シカゴはね、ギャングがいるやばい、みんな銃を持ってるようなね、そういうイメージが皆さんの中にもあるかもしれませんが、今回はラッキーなことに銃を持ったやばい人には遭遇しませんでした。そしてね、これも動画撮り忘れちゃったんですが、シカゴで食べた美味しいパイのお店ですね。本当にこのお店にはね、実は2回ほど行ったんですが、パイとあとは普通にレストランも美味しいので、ぜひね、皆さんにも行ってみてください。欲しいです。今日もね、動画を最後までご視聴くださってありがとうございました。これでね、しばらく私のアメリカ滞在記録はね、終わってしまうんですが、引き続き、日本の魅力だったりとかね、日本とアメリカの違いとか、いろんなことをテーマに動画を投稿していきますので、ぜひ見て応援してくれたら嬉しいです。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。